皆さんこんにちは。私は国際日本文化研究センターの劉健基と申します。専門は日本文化交流史です。特に近代について研究しております。今日もこの交流史の立場から日本の文化について簡単にお話をさせていただきたいと思います。テーマは近代東アジア文化の誕生、ということですが、実際は近代がどうやって日本に伝わってきたか、それは私はモダン労働という言葉を使っておりますが、中国の広州、その後上海、それで長崎で横浜というようなルートで伝わってきたことをご紹介したいと思います。日本の内部からじゃなくて外部、特に東アジア一円の、中から日本の文化を捉え直すというのが目的です。それでは、スライドを使いながらお話をさせていただきたいと思います。まず私は近代東アジア、特に日中の両国関係について200年史観という考え方を持っております。なぜ200年かと言いますと、実は日本の近代あるいは東アジアの近代は変戦争や明治維新から始まったのではなく、文化的に遡って1810年代に始まったというふうに考えております。その2つの要素として、一つは自由貿易がこの時点で始まります。つまり今で言えば市場経済です。でもう一つはプロテスタント、キリスト教のプロテスタントがこの時点で中国に入って、その後東アジア全域に広がるというような視点です。つまり日本も中国も実は近代において一緒に西洋近代、特にそのインパクトを受けてそれを受容する、そういう共同体だったというふうに私は考えております。でもう一つはその後明治維新が成立し、日本では近代化がどんどん進んで、一つの文化帝国のようなものを作り出します。でその日本の文化帝国の圏内で今度はいろんな交流が始まるわけで、別の意味でまだこれは一種の大きな文化圏だというふうに考えております。でもう一つ重要なのは、日本の中で特に今までの研究史においては、日本は江戸時代に蘭学があって、明治になったら洋学があると、そのつながりの中で日本の近代が始まったという考え方です。私はそれに対して若干ちょっと違う意見を持っております。つまり蘭学はそのまま洋学になったんじゃなくて、その真ん中に中国から伝わってきた漢学、その漢学は実は西洋の文化を内容としている漢学です。つまりその蘭学、それでいわゆる西洋的な漢学、それでようやく日本の洋学になるという流れになっているんじゃないかと私は思っています。その証拠としては、実はこの幕末に中国から漢文になった西洋情報がたくさん入ってきて、従来の蘭学より圧倒的にその量も多いし質も高かったわけですね。これは一種の近代の知識、近代知というわけですが、その伝承ルートはまさに広州、上海、その後長崎に流れてくるんで、だから蘭学そのまま洋学になったんじゃないということを強調したいという意味で、この中国から伝来した情報が実は明治維新の知的な準備にもなったというふうに私は考えております。でその中国というより東アジア全体のその近代の起点なんですけれども、この広州、南の方の広州の13港という場所だというふうに私は考えております。13港というのは日本の長崎の出島と一緒で、対外貿易の窓口です。
日本の鎖国体制とちょっと似てて、中国も当時この一項通商、つまり出島のような形で中国は13項に絞って貿易して西洋との貿易をして、いたわけですね。ただそれは独占的な貿易体制で国対国、西洋の場合は東インド会社なんですけども、そういう官対官の貿易体制だったんです。政府が指定した商人しか貿易できませんでした。お茶と生糸ですね、シルク、それであとは陶磁器の貿易を主にやっていました。でその租借地として、つまり土地を貸した場所がこの13項なんですね。こういう形でロンドンから、イギリスの場合はですね、ロンドンから、南アフリカ回って、それでマラカ通って海峡を通って、広州にたどり着くというような年一度の往復というような貿易体制でした。いろんな国のインド会社、東インド会社が、中国のこの13項に拠点を持って貿易を100年、前後いろいろあるんですけども150年ぐらい続いていました。ただこの体制が、非常にしっかりしてて、当初は非常に大きな成果を上げていたわけですね。これは広州の郊外にこの13項という場所があるんですけれども、こういう建物があって、それでオランダ、イギリス、スウェーデン、アメリカ、スペイン、デンマーク等々の国がここで拠点を作っていました。町全体はそんなに大きくないんですが、ただ出島よりは3倍ぐらいの大きさを持っています。各要項が、要項というのは、商社ですね、その要項というんですが、その並んだ形でこういうふうに貿易を行っていました。これは広州、今13項の博物館があるんですが、その模型がここに映っております。裏山で陶磁器を焼いたり、あるいはお茶を栽培したり、そういうすぐ輸出量になるんですけれども、いわば今で言うと加工貿易のような感じになるかと思います。で、ただ私はその専門ではありません。経済の専門ではありません。私が注目しているのはここからなんですね。これがつまりこのしっかりした貿易体制が150年ぐらい続いたわけですけれども、近代がここに生えてくるんです。どういうことかと言いますと、つまり自由貿易体制、今まで独占体制がだんだん批判が集まって維持できなくなりました。で今度はいわゆる個人貿易商、参商という言葉ですけれども、そういう人がたくさんヨーロッパからやってきます。それで内部もこれに応えて中国人の個人貿易も始まるわけですね。ここに数字があるんですが、1837年の時点で外国の貿易商が150件もあります。でそれにより先に中国の場合はもう200件もあるわけですね。そういう個人商社のようなものが貿易をやるようになって、在来の貿易体制が崩れてしまいます。もう一つは大きい点として、やっぱり貿易額、金額の逆転ですね。ここで個人貿易の方が主流になってくるんで、いわゆる公の官対官の貿易がだんだん廃れていきます。でとなりますと、完全に自由貿易体制ができまして、今我々が日々行っているその市場経済がここで始まったわけです。まだもちろん法画的な段階ですけれども、個人貿易が市場経済が始まったということになります。で、ここにその一覧表を整理しましたけれども、この自由貿易商人の進出、最初は小さい会社だったんですが、だんだん大きくなって、最後は主に5つぐらいの大きな商社が牛耳るようになります。有名なテント会社、それでラサエル会社、それで陽光というか当時使っていますが、オリフェンド陽光、あるいはジャーティン・マセス陽光という、こういうイギリス、あるいはアメリカの資本がしっかりこの地域を支配するようになります。
で、特にアメリカの参入が非常に大きいわけですね。アメリカは東インド会社はなかったもんですが、全部個人なんです。だから、個人が主流になった段階でアメリカの役割がどんどん大きくなります。その中で一番有名なのは、ジャーティン・マセソン、会社、これは今でも存在、香港に存在するんですけども、その創立者のウィリアム・ジャーティンという人なんですが、彼がどんどん会社を大きくして、実は日本も含めてアジア一円で今でも多分イギリス資本として最大ではないかというふうになっております。一方、中国人側は、そのストリートの中でこういう小さい商店をたくさん経営していまして、対外貿易を盛んに行っていたわけです。例えばですけれども、これはシルクを経営する店、もうこういう小さい店をやって、外国人がここに来て注文するというような形になっておりました。もう一方、例えば陶磁器、ここに見本を並べて、それから外国人が、ここに来てこれを注文する、大量生産を頼むというような形で、貿易をどんどん拡大していくわけですね。で、もう一つはこういう貿易会社が、たくさん生まれたことによって、だんだんここが、昔の管理された空間じゃなくて疎開化された、疎開という言葉はご存知かと思いますが、つまり借り出された土地という意味で、貸した土地といいましょうか、そういう外国人の居留地のような形になって、一つの近代的な空間を作り出したということになります。この段階になりますと、外国人が相当自由な形で活動できるようになる。これは正式な統計ではないんですが、実は300人ぐらいこの地域で活動していました。その周りに800人ぐらいの中国人がそのためにいろいろサービスを提供するという大きなその貿易空間として成立するわけですね。これを出島と比べれば一番分かりやすいんですが、出島の場合は常時駐在する外国人が数十人、制度的には9人から13人なんですけども、周りが若干いろんな雑用を担当する人もいて、数十人ぐらいですが、こちらが300人という、規模的に言うと全然違うかと思います。で、その中に出島と違うのが、例えば銀行もあり、出版所もあり、学習塾もあり、病院もあり、図書館もあると。で、もう一番驚いたのはダンスホールまであると。で、あとは禁止されてた伝道、つまりキリスト教のその布教に対しても本当はいけないんだけれども教会まで建てて中で活動していました。で、もう一つはこの空間に実は宣教師たちがいろいろ各国から派遣されてここで伝道活動をするんですね。これは日本もそうだったんですが、中国も禁止されていたわけです。だけど、彼らはその中で例えば、英語と中国語の辞書の編集をやったり、あとは聖書の翻訳をやったり、あとは雑誌新聞を出版したり、という形でかなり活発に活動を展開していました。あとはミッション教育も行っていました。となりますと、近隣の中国外、例えばサービスする人たちが周りにいて、真ん中に日本外国人がいて、これをもう小さな町を形成していたようにさえ言えるかと思います。で、こういう形でかなり立派な建物の中で経営するわけですけれども、周りにこれだけ船がたくさんあって、貿易を行う。という非常に近代的な空間を作っていました。一番驚いたのは、例えばこの写真でわかるんですけど、中で定期的にダンスパーティーをやる、黒人まで
確認できますよね。でとなりますと、これは本当に世界的な多分アフリカの奴隷とかを連れてきて、ここで生活するという出島ではちょっと考えられないような空間だったわけです。女性は本当は入っちゃいけない区域なんですけれども、女性もこれだけたくさん確認できます。で、周りに、中国人の商売をする人たちがたくさんいまして、こういう形で帽子の店やら雑貨店やらを経営しています。でもう一つは近代文化空間、これは一番大事なんですけれども、実は宣教師たちがたくさん活動していて、特にこのロバート・モリソンという人が、彼が1807年に講習に来るわけですけれども、新約聖書や、あるいは英華辞典を作り出します。彼の後、メディハウスという人が来まして、彼の後をついてたくさん展開します。で、あとはドイツ人のギュツラフ、あるいはアメリカ人のブリジマンという人が、その後どんどん集まってきて、ここで伝道を始めます。特に医者も来るし、ギュツラフの夫人が女学堂、女性の塾まで、始めます。で、あとは新聞を作ったり、あるいは海外に中国の情報を送ったりというような活動を展開していました。で、一番大きな事業としてはこの辞典の作りですね。つまり英語、中国語、英語という後者が主な事業だったんですが、こういう辞典を3部作を作って、英華辞典、華英辞典というような形で作っていました。第3部の英華辞典が非常に大事で、つまりこれ初めての英語の単語に対して漢語を当てるという事業を多分今までもいろんな辞典があるんですが、大規模に始めたのはこの英華辞典だというふうに思います。例えばいくつかの例を挙げましょう。当時すでにこれだけ例えば貿易だったり、あれジャージを審判、ランゲージを言語、あるいはラブを愛、ピーポーを百姓と訳したり、あるいはスクールを学童と訳したり、すでにこの段階で近代の概念がどんどん翻訳されて、我々今日常的に使う概念がこの時点で徐々にですけれども成立するようになります。あとはこのミデルハウスも辞書を作ったり、あるいはウィリアムズも辞書を作ったりという形でどんどん広がっていきます。でもう一つは医者の活動ですね。キリスト教、特にプロテスタントは伝道の場合医療伝道を展開するんで、病院を作るんです。小さい病院ですけども、このパッカーという人がやってきて、病院を始めます。こういう形で最初の患者の手術の記録まで残しています。でもう一つは情報です。我々明治維新を考えるときに、いつ日本人がアヘン戦争か、あるいは以外の情報を得たか、どういうインパクトを受けたかという常に考えないといけないんですが、その2つの本の、我々情報本というんですけども、この2つの本の衝撃が一番大きかったんです。一番目はこの開国図史という本ですね。ギゲンという人が当時の衆参校に集まった情報を全部集めて編集した本なんですが、その本が日本に実は伝わってきます。つまり吉田松陰が自分が読んだという記録も残しています。でもう一つは英漢史略という本です。この人は徐傑陽という人が編集したものですが、彼が福建にいた時代、実はイギリス人、例えば後のイギリス、公使になるオールコックと接触して情報を収集する。で、彼もこの世界史のような、本を作って、かなり、日本に影響を与えました。要するに、その数年後に、こういう本が必ず日本で翻訳され、翻訳され、流布するようになります。簡単にちょっとまとめたいと思います。つまり、日中にとってこの13項はどういう意味を持つか。一
一つは中国にとって、先申し上げましたように、キリスト教が伝来する。でそれが太平天国のような、大きな農民の放棄につながる。でもう一つは中国人がその外国人の周りにたくさんいてサービスをする。これは後々の売弁というんですが、つまり民族の資本化につながるわけです。あとは病院、例えばこの眼科医局が今度は病院大きく病院になって、実はその付属病院の中から医学校の中から孫文が誕生する、というような形で、もちろんその後ミッションスクールのこととかいっぱいあるんですが、中国にとってこの13個の意味が非常に大きいわけですね。でもう一つは日本にとっても相当な意味を持っています。一つは例えば英華辞典が日本に伝わってきて、佐久間象山という武士ですね、維新の志士が維新の思想を展開していた人なんですけども、彼が英語の勉強を始めるわけですね。あとは蛮社の獄という、これは幕府の改革につながるような影響もこのモーレツ本郷事件によって始まるわけです。であとはペリー来航の時に実はその13個の情報を持ち込んでいます。でもう一つ大事なのはジャーティン・マセソの社員であるトーマス・グラバーが長崎にやってきて、貿易の立国のようなことを主張しますけれども、彼が坂本龍馬に影響を与えたわけです。もろもろの事象を考えますと、やはり13項が私は日中、もっと言えば東アジアの起点だというふうに考えています。特にその13個の情報は日本の武士たちに影響を与えて、その後明治維新を起こすようなきっかけの一つになったというふうに考えます。全体的に私はこれを東アジアのモダンロード、広州、上海、長崎、その後横浜という形で、この近代が伝わってきたというお話です。とりあえず以上です。